ロードトゥーゴージェムってタイトルで発表します。で、スライドはすでにハッシュタグ付きで Twitter、現 X で交流しているので、後ろの方の人で資料が見づらい場合にはお手元でご覧ください。Hello, my name is Go. はい。末吉剛と言います。This is my real name. はい。1982年からゴーファーをしています。で、僕はピクシブのインフラ部に所属しています。で、最近の仕事は AWS とか Google クラウドを見ていることが多いです。一応両方ともアーキテクトの認定資格を持っています。で、他にもいろんな仕事やってます。で、最初に簡単ではありますが、僕が所属している会社の紹介をさせてください。ピクシブではこれだけのサービスを運営しており、だいたい半分弱のサービスでレールズを利用しています。で、そのうちのいくつかのサービスは10年以上の歴史があります。で、今年も MIX4 やります。会場はこの辺です。で、川の近くです。で、今日のトークのゴールは Go で作るネイティブエクステンションのすべてです。そして新しい言語でネイティブエクステンションを作るためのヒントを皆さんに持ち帰ってもらおうと思っています。大体こんなことを話します。今日はスライド150枚以上あるんで、こういう調子で駆け足でいきます。ちなみに今日のトークではいろんなプログラミング言語の話をするんですけども、パールの話は出てきません。パールルームだけに。で、最初にまとめを話します。で、今日話す GoGem ラッパーを使うことにより Go でネイティブエクステンションがとても作りやすくなります。そして Ruby が苦手として Go が得意としている分野で Go で Ruby のジェムを書くことができます。そして Go ルーチンはとても素晴らしいです。皆さんは10年前の Ruby 会議で話されていたこの Ruby meets Go という発表を覚えているでしょうか。僕も当時この発表を見てたと思います。10年前の Ruby 会議のトークに関して軽くおさらいします。10年前の Go1.5 で C5 という機能が実装されました。この C5 という機能を利用すると、Go のソースコードから拡張子が .so のシェアードオブジェクトファイルを作ることができます。このシェアードオブジェクトは C のプログラムから利用できるファイルです。で、Ruby のネイティブエクステンションもこのシェアードオブジェクトを読んでいるため、C5 を利用することにより Go で Ruby のネイティブエクステンションを作ることができるという素晴らしい発表でした。長いので以降は GoGem と呼びます。10年前は素晴らしい機能でしたが、当時紹介されていた機能を手元で現代で実践しようとすると、いくつかな問題が見えてきました。まず一つ目に、10年前に動いていたコードが今は動かないってことです。で、これに関してはこの後で詳しく話します。そして Go でジェムを作るためにはたくさんのパッチを当てる必要があるんですけども、それがとても大変ということです。これは実際に10年前の Ruby 会議で紹介されていた GoGem の一部です。具体的には必要に応じてこういうコードを自分で手書きしたりコピペする必要があってとても大変でした。で、Go でジェムを作ることは今までも技術的には可能でした。しかしそのためにはたくさんの手間がかかっていました。そのため GoGem ラッパーというライブラリを作りました。これが今日のトークで話す内容になります。これは Go でジェムを作るための様々なパッチをライブラリとしてまとめたものです。10年前には Go の標準のパッケージマネージャーはありませんでした。しかし現代では Go モジュールと呼ばれる標準のパッケージマネージャーがあります。で、これは Ruby でいうところのバンドラーに近いものです。で、モジュールを利用することによりコピペ実装をすべてなくしました。で、2025年最新版の GoGem を作るための簡単な手順を紹介します。具体的にはこういう手順で GoGem を作ります。まずはバンドルジェムコマンドで C でネイティブエクステンションを作ります。で、その後に GitHub からパッチ for GoGem というファイルをダウンロードして実行します。このパッチ for GoGem っていうのはバンドルジェム直後のスケルトンに対して GoGem のためのパッチを当てるためのスクリプトです。本来であればバンドルジェムコマンドで GoGem のスクリプトをそのまま作ればよかったんですけども、僕がバンドラーに送ったパッチがまだマージされてないんで、現状はこのパッチを使う必要があります。で、僕がバンドラーに送ったパッチに関してはまたこの後で話します。で、実行結果はこのようになります。で、C でかかったネイティブエクステンションだと ict ディレクトリ配下に C のコードが置かれますが、Go の場合、それに加えて Go のソースコードも ict の下に置かれます。パッチ for GoGem で作られたファイルはこのようになっています。10年前、Go から CRuby のコードを呼ぶ部分は全部コピペする必要がありました。しかし、一通りのバインディングはすべて GoGem ラッパーで実装しました。そのため利用者側では ruby.rb. なんちゃらのようにメソッドを呼ぶだけで済むようになりました。で、パッチ for GoGem を使うと C のソースコードにもこのように、ヘッダーのインクルードが追加されます。ict.conf はこういうふうになっています。で、GoGem をビルドするための設定が MKMF の中に実装されています。後で触れますが、この辺の実装はラストのジェムを参考にしました。で、ジェムステックに追加された GoGem というジェムも僕が作ったもので、こちらも GoGem ラッパーの一部になります。これも後で話します。次に Go でジェムのメソッドを作る方法について紹介します。
例えばこういう SUM というメソッドを Go で実装することを考えます。で、先ほどの Ruby の SUM メソッドを Go で実装するとこうなります。func というのが Go の関数定義なんですけども、その直前にコメントでエクスポートが書かれています。このように func の直前にエクスポートを書くことにより、この Go の関数を C で使えるようにしています。で、またここでC バリューっていうのが書かれてますが、この C ドットという名前を付けることにより、C の関数とかストラクトを Go から直接使えるようになります。これはこの後もよく出てくるんで覚えておいてください。で、先ほどの SUM メソッドの C のプロトタイプ宣言を追加してやります。で、このイニット関数はネイティブエクステンションを読み込むときに Ruby が読み込むための関数ですけども、この中で define メソッドなどでメソッドを定義してあります。簡単ですよね。この GoGem ラッパーを使えば C でジェムを書くのと同じように Go でもジェムを書くことができます。はい、次に GoGem ラッパーについて紹介します。GoGem ラッパーとは Go のモジュールと Ruby のジェムで構成されています。また後で話しますが glibc 必須です。で、これらのライブラリについて軽く紹介します。まずは Go のモジュールの方について紹介します。Go のライブラリは GoMod というファイルにて喚起します。で、このように Git のリポジトリのパスがそのまま Go のライブラリの名前になります。通常 GoMod はリポジトリの一番上に置かれるんですけども、GoGem の場合には Ict の下に置かれるのがちょっと珍しいポイントだと思います。で、さっきのスライドで出てきた RB Define Singleton メソッドの実装がこちらになります。ある言語から別の言語のライブラリを呼ぶための関数をラッパーとバインディングと言います。で、今回の場合には Go から CRuby の関数を呼ぶようなラッパー関数を全部バインディングと言います。で、この手の Ruby のヘッダーファイルに存在するほぼ全ての関数に対するバインディングが GoGem ラッパーで提供されています。で、この画面に出ている、ストリング2チャーとか 2C ファンクションポインターといったユーティリティ系の関数も GoGem ラッパーで実装しています。で、Ruby のヘッダーファイルには約1100個の関数の定義が存在しています。で、それらすべてのバインディングを自動生成した結果、9200行の Go のソースコードが作られました。で、Ruby の各マイナーバージョンごとに定義されている関数も違うんで、各 Ruby のバージョンごとに Go のソースコードもそれぞれ作っています。で、どうやって作っているのかはこの後話します。次に Go アンスコジェムというジェムについて話します。これはその名の通り Go ジェムを作るためのヘルパージェムです。で、ラストのジェムでいうところの RBSys に相当します。このジェムで提供している機能として、まずは CreateGoMakeFile っていうメソッドを紹介します。C でネイティブエクステンションを作る場合には、ictconf に CreateMakeFile というメソッドを書いて、メイクファイルを生成します。で、GoGem 用に CreateMakeFile にパッチを当てているのが、この CreateGoMakeFile です。この CreateGoMakeFile の中身はこのようになっています。で、10年前の Ruby 会議で話された内容をそのまま Gem にしています。他にもこういうレイクタスクを作るヘルパー関数も用意しています。で、これはロボコップのヘルパーを参考にしました。で、GoGem ラッパーを作るにあたり、たくさんの困難がありました。今日はその苦労ポイントとか頑張りポイントを、時間いっぱいむっちゃ話そうと思います。はい。で、GoGem ラッパーを作る前に大体これだけの道のりがありました。一つ目の苦労点は C5 の互換性です。で、10年前の Ruby 会議では文字列コピーを防いで Go のストリングをするためにこのようなテクニックが紹介されてました。で、10年前の Go の 1.5 だと動くんですけども、現代の Go で動かすとセグウェイを起こします。で、セグウェイ起こす理由を話します。現在の Go のストリングのバイト率っていうのは実はヌル集単でないバイト率が格納されています。で、そのためさっきのコードを実行すると CRuby にヌル集単でないキャラクターのポインターが渡されるためセグウェイを起こします。で、手元で調べたところ Go の 1.7 以降でこのような挙動になっているようでした。簡単な例を出します。で、10年前の Ruby 会議で紹介された関数を利用して Go のストリングを C の puts 経由でプリントするコードがこちらになります。これを実行すると明らかにやばいですよね。で、解決方法としては愚直に実装しました。1番目の戻り値でキャラクターのポインターを、2番目の戻り値でポインターを解放するための関数を返してやります。で、C の文字列を作った時に解放する必要があるんですけども、呼び出し元で毎回フリーするの大変なんで、関数、バインディングの中でディファーで解放するようにしています。このディファーっていうのは Ruby でいうところの演習話みたいなものです。ここでちょっと補足です。Go は Ruby と同様、非常に広報互換性が優れている言語です。しかし C5 っていうのはGo の内部実装に依存する特性があって、Go のバージョンアップによって壊れる可能性があります。で、日本語になりますが、詳しくはこちらの前の記事に詳しく紹介されています。
次に Ruby のヘッダーファイルから Go のバインディングを自動生成する方法を話します。今回いくつかの苦労話しますが、これが一番大変でした。さっきからも出てきましたが、今回のトークでバインディングと言っているのは、下記のように CRuby の関数に対応した Go の関数のことです。で、Docs Ruby Lang org にはだいたい200個ぐらいの関数のリファレンスが載っていました。しかし Ruby のヘッダーファイルには2000個以上の関数が定義されています。で、インクルードして実際に使うことができたのはだいたい1100個ぐらいでした。で、最初の30個ぐらいは手書きだったんですけども、まあ普通に大変なんで、Ruby のヘッダーファイルから自動生成することを考えました。今回の場合に限ったことじゃないんですけども、こういう場合の選択肢としては、まずは既存の OSS があったら使って、なければ自分で作るっていうのがあります。既存の OSS がないか調べて C4Go というツールが見つかったんで試しました。これは C のヘッダーファイルから Go のバインディングを自動生成するためのツールです。で、C4Go で Ruby のヘッダーファイルをパースしようとしたときにエラーになったんで、自分で直してパッチに投げました。で、2週間ぐらいこの C4Go で試行錯誤したんですけども、結論から言うと、C4Go で作ったバインディングはポータビリティ性がないんで断念しました。で、具体的に何がダメだったのかというと、MacOS で作ったバインディングが Ubuntu だと動かないって感じでした。おそらくなんですけども、Ruby のヘッダーファイルの中でこのようにOS とかビルド環境ごとにIF-DEF があったのが原因なのかもしれないです。で、Go にはビルドコンストレンツって言って、特定のサフィックスを持つファイルを作ればビルドする環境ごとにソースコードを自動的に変えるような仕組みがあります。しかしその分ソースコードも増えるし、CA でもうすべてのビルドコンストレンツをサポートする必要があります。そのためメンテが大変になるっていう理由で断念しました。で、既存のツールが無理だったんで自分で作る必要がありました。しかしどうやって作ればいいか全く見当つきませんでした。そんな困難で悩んでいるときにジョーカーさんのラストジェムの素晴らしい発表資料を見ました。一言で言うと、ラストのジェムがやっていることを僕は Go のジェムでも実装しました。なければ作るしかないってことで、Ruby のヘッダーファイルから Go のソースコードを自動生成することにしました。で、ラストジェムのアーキテクチャについてちょっと軽く紹介します。で、バインドジェンっていうのが、ラストの FFI バインディングから C とか C プラのコードを自動生成するためのライブラリです。で、バインドジェンを用いて RBSys がC の API からコードを自動生成します。で、RBSys には RB アンスコシスというラストのジェムをコンパイルするためのヘルパージェムが含まれています。で、Magnus はラストでRuby の API とやり取りするための高機能ライブラリです。で、ラストのジェムは先ほどの3つのライブラリで構成されていますが、GoGem ラッパーはバインドジェンのようなバインディングの生成機構と RBSys のような低レイヤーの API を合わせたようなライブラリです。なので、あとGoGem ラッパーは低レイヤーなラッパーなんで、おそらくMagnus相当の高レイヤーの API は持ってないと思います。なので、ラストのバインドジェンと RBSys に相当する仕組みを僕は一人で全部で作ったことになります。具体的にどういうふうにしてRuby のヘッダーファイルから Go のソースコードを作るかを話します。雑に説明するとこんな感じです。パーサーが Ruby のヘッダーファイルをパースしてポロを作ります。で、パースした結果をもとにジェネレーターがポロから Go のソースコードを作ります。たったこんだけです。これを応用すれば何でもできます。昨今の Ruby 会議では Ruby で書かれたプログラムをパースするのが流行っていますが、このトークは CRuby のソースコードをパースしているんで、低レイヤーのパーサー枠とも言えます。で、Ruby のヘッダーファイルのパーサーとして Ruby ヘッダーパーサーってジェムを作りました。といっても C 言語のパーサーを一から作ったわけじゃなくて、CTags と呼ばれる既存のツールを利用して、その結果をいい感じにポロとして変換しています。もともとは GoGem ラッパーのリポジトリの一部だったんですけども、他からも使えるようにジェムとして切り出しました。ジェムにしてるんで一応汎用的な作りにしているつもりです。今後他の言語向けにバインディングを作りたい人には便利なのだと思っています。で、Go のコードを生成するジェネレーターが Ruby Header to Go というツールです。で、このツールを実行することで Ruby のヘッダーファイルから Go のコードを生成することができます。で、Ruby のヘッダーファイルから Go のコードを自動生成するのにたくさんの課題がありました。まずそれらについて話します。まずは同じ型を使っているにもかかわらず、モジュールの外と中で型が一致しないという事情がありました。具体例を見せます。まずはモジュールを呼び出す側の Go のソースコードがこちらです。で、呼び出される側のモジュールのコードがこちらです。さっきのメインモジュール側の関数から GoGem ラッパーの中にあるのは CRuby の RB-num-to-long っていう関数を呼ぶようなコードです。で、呼び出し元でも呼び出し先でも全く同じ型使っているはずなのに、実際にビルドするとC バリューとか C ロングが一致しないっていうエラーが誰か出てしまいました。どうしてエラーになるかというと C 語の仕様でした。
簡単に説明すると、各パッケージごとに C の型が作られるんで、型が一致しない。で、C の型はそのままエクスポートするなってことらしいです。で、そのためモジュールの中にある C バリューとか C ロングを直接モジュールの外に出さずに、一度Goのタイプを経由することによって回避できました。で、次に苦労したのはポインターです。プログラミングの初心者にとって C のポインターはとても難しいものです。そして C のパーサーと Go のジェネレーターにとってもポイントはとても難しいものがありました。ここで突然ですがクイズです。これからいくつかの C の型を見せるんで、これらがGoだとどういう型になるかちょっと考えてみてください。例えば C 言語のイント型は Go 言語でもイントとして扱えばいいってことです。まず1問目です。C のキャラクターのポインターは Go だとどのような型を割り当てればいいでしょうか。3、2、1。はい。はい。正解はケースバイケースです。はい。多くの場合ではキャラクターのポインターはストリングとして扱えばいいです。しかし R ストリングポインターとか R ストリングエンドでは事情が異なります。特に R ストリングポインターって関数の名前からわかるように文字列ではなくポインターを返すことを期待します。そのため C のキャラクターのポインターは Go でもストリングじゃなくてキャラクターのポインターとして扱う必要がごく稀にあります。はい、第2問目です。このバリューのポインターは Go だとどういう型を割り当てればいいでしょうか。はい。3、2、1。はい。答えはケースバイケースです。時には配列だったりポインターだったりします。例えば RB ファンコール V の第4引数のバリューのポインターは配列なんで GoGem ラッパーでも Go のアレイから C のアレイに変換して CLB に渡しています。そして RB バーファインドの第3引数のバリューのアスターはアレイではなくて入出力用のポインターです。で、Go 側の引数はポインター型です。で、さっきも話したようにモジュールの外と中で C バリューを直接扱うことができないんでちょっと面倒なんですけども CLB の関数実行後にキャストして代入するようなコードを自動生成します。そして RB デファインバリアブルの第2引数の V はポインターなんですけども、こいつは実際CLB の関数の中で戻り値が返されないんで、実質入力専用です。で、このような場合にはさっきのような戻り値対応は不要なんでシンプルにできます。で、これが最後の問題です。この C の20ポインターは Go ではどういう型を割り当てればよいでしょうか。3、2、1。はい。はい。皆さん考えているようにこれもケースバイケースです。ポインター1個取っても Ruby のヘッダーファイルの中だけで大体これだけの種類がありました。で、ここまで見てもらったように、C の型だけ見て Go の型は1位に定まらず、大体全部ケースバイケースってことが分かりました。で、どう解決したかっていうと、すべて気合で個別対応しました。で、Ruby のヘッダーファイルには1100個の関数が定義されてましたが、個別対応したのは大体37個ぐらいです。で、Ruby ヘッダーパーサーにはこのような設定ファイルを持たせておいて、ここのポインターヒントってところで全て個別対応しています。で、このコンフィグの仕様はリポジトリにドキュメント化しています。先ほど C4Go を試して GoGem ラッパーのユースケースだとちょっと使えないって話しましたが、複雑な仕様汎用的な設定として落とし込む部分ではとても参考になりました。で、ここまでで Ruby のヘッダーファイルに定義されている関数を全て抽出して Go のバインディングを自動生成することができます。しかし Ruby のヘッダーファイルに定義されている関数の中にはデプリケーテッドな関数がいくつかあります。ビルドするときに下記のようなレプリケーションが出ます。すべて抽出できるって言ってもデプリケーテッドな関数のバインディングは生成すべきではありません。で、先ほどのポインターヒントと同様にこのような設定ファイルを持たせてそこで全て個別対応しています。で、他にもインターナルマクロというのもあってビルド時にリンクをするとウォーニングが出ます。で、インターナルマクロは末尾が連番になっているんで、このように正規表現でいい感じに指定できるようにしています。で、レプリケーションの次は Removed ファンクションです。で、Ruby 3.3 から 3.4 でいくつかの関数が削除されました。で、Go の関数の中からは存在しない C の関数を呼び出すと、ビルド時にエラーになります。で、Ruby 3.4 以降で削除されたって言っても、Ruby 3.3 のバインディングではそのまま使える必要があります。そのため、ビルド時の Ruby のバージョンによって Go のバインディングを使い分ける必要が出てきました。具体的にはこのように Ruby の各マイナーバージョンごとにファイルを分けられるようにしました。どう実現しているか話す前に Go のビルドコンストレンツについて話します。ビルドコンストレンツっていうのはカスタムサブとも呼ばれます。最初の方にもちょっと話しましたが、ビルドコンストレンツは条件によってビルド対象のファイルを変更する機能です。
デフォルトでなんか OS とかアーキテクチャはサポートされており、例えばなんかファイル名のサフィックスになんか Linux とか AMD64 とかつけると、その条件にマッチした時にしかなんかビルド対象のファイルに含まれません。で各 Ruby のマイナーバージョンごとにこのようにカスタムビルドタグをソースコードの中に全部埋め込んでます。でネイティブエクステンションのビルド時に自分自身の Ruby の各マイナーバージョンを取得して Go ビルドに-タグスで渡しています。これによりなんか自分の利用者が自分が使っている Ruby のバージョンを意識せずに Go のバインディングを自動的に切り替えられるようにしています。次にパッケージ GoDev サポートについて話します。パッケージ GoDev っていうのは Go のスタンダードライブラリとかモジュールのリファレンスを見ることができる Google 公式のサイトです。公式のパッケージだけじゃなくてサードパーティー製のモジュールのリファレンスも公開できるんで Go 界隈では広く使われています。例えば GoGem ラッパーのリファレンスはこういう URL で公開されています。で Ruby だと docs-ruby-run-org と ruby-doc-info を合わせたものに近いです。最初の頃はパッケージ GoDev でもちゃんとリファレンスが表示されていました。しかしさっきのカスタムビルドコンストレンツを導入したときにリファレンスが正しく表示できなくなってしまいました。左が正しい表示で右がバグっている表示です。わかりづらいかもしれないんですが Ruby のヘッダーファイルから自動生成されている Go のバインディングが全部表示されなくなってしまいました。なんで表示されなくなったのかというとパッケージ GoDev だとカスタムビルドコンストレンツに採用してなかったためです。1100個近いバインディングがパッケージ GoDev で表示されないのは困ります。で自分でビルドして GitHub ページズでホスティングするのも考えたんですけども Go のモジュールのリファレンスが公式以外で公開されているのも混乱を招くと思いました。そのためカスタムビルドコンテンツが存在しなかった場合にはとりあえず Ruby3.3 にフォールバックしたいと考えました。しかし調べたところ現在の Go のビルドコンストレンツだとそのような条件指定が難しいってことが分かりました。具体的にどういうふうに解決したのかを話します。まずはこういう設定ファイルを作りました。デフォルトタグがフォールバック、さっきのビルドタグで、アベイラブルタグスが GoGem ラッパーで想定しているタグの一覧です。さっきの設定を利用して Go ビルドの条件を動的生成するコードがこちらになります。で実際に生成されたコードがこちらです。で Ruby 系のビルドタグが一切存在しない場合、つまりなんか Ruby3.3 のビルドタグがあって、ないしはなんか Ruby3.4 のタグがない場合には、このファイルにフォールバックされるようになっています。で現在は Ruby3.3 と 3.4 しかサポートしてないんでちょっと分かりづらいんですけども、今後 Ruby3.5 がリリースされた場合にはおそらくこういう条件が生成されます。で全然話は変わるんですけども、ここでちょっとしたチップを紹介します。で Ruby の参照を Go に伝播させる方法について紹介します。で10年前の Ruby 会議ではこのような発表がされてました。で Go の GC は Ruby の参照を知りません。そして Go の中で作ったオブジェクトは Ruby によって GC 可能な形にしてやる必要があります。でそのためなんか Ruby の参照を Go にも伝えてやる必要があります。でこのような形で参照カウンターを Go に渡してやることによってGo の中で Ruby のオブジェクトがどこからも参照されなくなった時に自動で解放されることができます。しかし利用者側で毎回この手のコードを書いてもらうのは大変です。で解決方法としてさっきのコードを GoGem ラッパーの中に組み込んで手軽に使えるようにしました。でちょっと長いですがこんな感じです。でここまでは全て Ruby のネイティブエクステンションのビルド時に Go を使う方法でした。でここからの話は Go から CRuby のヘッダーファイルを使う話です。でこういうことを話します。でこの2つのユースケースについて話します。まずは Go テストについてです。で Go テストっていうのはその名の通り Go の標準テストコマンドです。でこれは Go に限ったことじゃないんですけども、ネイティブエクステンションで実装されたコードは、Ruby から呼ばれることを想定されているんで Ruby でテストすべきです。しかし CRuby の実装に依存しないピュア Go の関数は Go から呼び出されるんで、Go でテストすべきです。つまり Go に似ては Go に従えってことです。はい、ただこれには問題があって、Go テストを実行するには Ruby のヘッダーファイルを使ってビルドできる必要があります。で詳しく説明します。で Go テストを実行するためには Go ビルドできる必要があります。で GoGem で Go ビルドするためには Ruby のヘッダーファイルを使ってビルドする必要があります。で Ruby のヘッダーファイルを使ってビルドするには様々な環境変数が必要になります。だいたいこんな感じで環境変数がたくさん必要です。で Go テスト実行時のコマンド全部展開するとこんな感じです。やばいですよね。はい、でいちいちあんな複雑な環境変数を足したくないんでレイクタスクでラッパーを作りました。でレイクタスクにこのようなコードを書くだけで
Go でよく使うコマンドを実行するためのレイクタスクがいい感じに生成されます。で、次の話に行く前に Go のリンター事情について話します。Go だと公式が提供しているリンターの他にも、リンターごとに様々なサードパーティー製のツールが存在しています。で、Ruby で例えるとロボコップのコップ単位でジェムが作られているのに似ています。そこでメジャーどころの複数のリンターをまとめて実行するためのツールがあって、それが GoRunCI リントってツールです。これはサードパーティー製のツールなんですけども、Go 界隈では広く使われています。で、GoRunCI リントはメジャーなんですけども、Go の公式じゃないんで、GoGem ラッパーにあまり入れたくありませんでした。とはいえ使えないと自分が困るんで、このようにして Ruby のヘッダーファイルをビルドするのに必要な環境だけを取れるようにしています。次にバンドラーに送った僕のパッチについて話します。最初の方にも話したように GoGem を作るためにはいろいろパッチ当てる必要があります。しかしそれだと不便なんで C とかラストのように、バンドルジェムコマンドで GoGem のスケルトンを作る機能を実装したいと考えました。とはいえいきなりパッチ投げられても断られる可能性が高いので、一旦 RubyGems のディスカッションでプロポーザルを出しました。で、しばらく経ってもちょっと反応なかったんで RubyJP スラックでちょっと柴田さんに相談しました。で、その後柴田さんから LTT ももらったんで実際にパッチを作りました。で、僕が送ったパッチがこれです。で、いろいろあってまだマージされてないので気長に待っています。最後に GoGem のメリデメについて話します。まずは長々の紹介です。Ruby と同様に Go もライブラリがたくさんあるので Ruby から Go のライブラリを利用することができます。そして Ruby が苦手として Go が得意としている分野で Go でジェムを書くことができます。他の言語にない Go の特徴として Go ルーチンとチャンネルがあります。Go ルーチンというのは Go の計量セットで、チャンネルというのは複数の Go ルーチンの間で簡単にメッセージをやり取りするための機能です。で、並列処理の差をラクターとファイバーとGo ルーチンでベンチを取って速度を比較しました。で、ベンチに使ったのは Ruby3.0 のリリースノートに載っていた多大関数です。スレッドとかプロセスも比較対象できたんですけども、ベンチを取るマシンのスペックによって結果は変わってくるんで、今回のベンチ対象から外しました。で、最新の Go と Ruby でベンチを取ったところ、なんとGo ルーチンはラクターの30倍速いって結果が出ました。というか、並列実行でないシーケンシャルなベンチな時点で実は Go が速かったりします。で、これだけ速ければ皆さんGo ルーチン使わない理由はないですよね。で、ちょうど裏番組で佐田さんがラクターの話されてますが、佐田さんがラクターを100倍速くしてなければGo ルーチンの方がまだ速いです。で、お醤油さんも Ruby を速くするためには Ruby 以外を書く必要があるっていうのを言ってます。で、ちなみにお醤油さんは JIG でネイティブエクステンションを作る事例を紹介されてるんで、興味ある人はこちらの資料もご覧ください。で、次にデメリットについて話します。さっきも話したように GoGem ラッパーは低レイヤーなラッパーなんで Go のネイティブエクステンションを作るのは C でネイティブエクステンションを作るとそんなに手間がかからないってことがあります。C で書くところを Go で書くようなイメージです。そして GoGem を書くためには CRuby と Go の両方を意識する必要があります。で、次のデメリットとして Go 特有の事情があります。Go にも C と同様に可変長期数があります。で、C5 の使用上 Go の可変長期数をそのまま C の関数に渡せません。で、CRuby の関数には可変長期数版とそうでない版の両方は提供されていることが多いです。しかし RB-Rails のように可変長期数の関数しか提供されてない場合には困ります。そのため RB-Rails ではこのような発行をしています。Go のソースコードの中で C のソースコードをインラインで書けるんですけども、そこで可変長期数でない RB-Rails を実装して、そいつを C5 から呼ぶようにしています。で、この問題に関しては僕もいい考えを持ってないんで、ちょっといいアイデアやパッチあったら募集しています。で、さっきも話したように各 Ruby のバージョンごとにバインディングを必要としてるんで、実は Ruby ヘッドでの利用を想定してないです。ごめんなさい。で、あとこれも未解決問題なんですが、Go ルーチンの中で CRuby の関数を呼ぶとセグビーを起こします。例えば Go ルーチンの中から Ruby の色を呼ぼうとしているコードがこちらです。で、Go ルーチンの中で Ruby の任意のブロックを呼ぶことができれば、スレッドとかプロセスよりもちょっぱやな並列機構が利用できると目論んでたんですけども、セグビーが解決できなくて断念しています。で、最後のデメリットは glibc が必須ってことです。こいつはどういうことかっていうと、アルパインのようにデフォルトでマスルが使われている環境だと動きません。で、こいつ僕が調べた限りだとGo言語側の問題です。で、おそらくもし解決方法を持っている人は一周でアイデアもください。
で、あと試してないんですけども、おそらく Windows でもダメっぽい気がします。で、最後にリアルユースケースとして Go の特徴を生かした Go ジェムも紹介します。そいつがファンネル HTTP というジェムです。これは複数の HTTP のリクエストを Go ルーチンの中から並列で実行するためのジェムです。通常複数の HTTP のリクエストを同時に投げる場合、スレッドを使うことが多いんですけども、Go ルーチンを使うことにより最大スレッド数を指定しなくてもよくなります。実際の使い方はこんな感じです。で、ラクタで比較できなかったんで、ファイバーとの比較になりますが、Go ルーチンの方がだいたい20倍ぐらい早いです。で、最後にまとめ話します。で、今日話した Go ジェムラッパーを使うことにより、Go によりネイティブエクステーションがとても作りやすくなります。そして Ruby が苦手として Go が得意としている分野で Go でジェムが書けるようになります。で、そして Go ルーチンはとても素晴らしいです。Go ルーチン is very good. Go ルーチン is very good. ご清聴ありがとうございました。